ドーゼルです。皆さんはマインクラフトにてこちらのピラミッド見たことがあるでしょうか？稀に砂漠で見かけては地下に眠るお宝に期待を膨らませることでしょう。ですがこれを改めて見たとき、ピラミッドにしては小さくないかという疑問を僕は抱きました。なので今回はバージョン 1.21.4 のサバイバルで前代未聞の超巨大100段ピラミッドを制作します。それもこちら全てダイヤモンドブロックでできており、ダイヤ総数35万個以上の超大作です。チートや特殊アイテムなどの便利なツールには一切頼りません。そのため挑戦期間は驚異の100日超え、掘ったブロックの数は400万個を優に超えました。一体どんな生活になったのか、本編を覗いてみましょう。僕が最初に降り立ったのは木一つない砂漠でした。そして共に立ち並ぶのは10人の心強い門下生たちです。今回は僕とこの10人合計11人で歩み始めた奇跡だったわけですが、走り出しとしては見ての通り絶望感を覚えるまっさらな大地でした。まずは海へとダイブし、沈没船を見つけ、強引な形で採掘の祖木のツルハシを作成します。そんな中早速メンバーの一人がこの世界初となるダイヤモンドを入手、伝説の一歩目を踏み出していきます。岩肌を見つけて石器時代アップグレード、直下掘りからの鉄のツルハシで決まり。マンパワーがあるとはいえこの世界はごく一般的なサバイバル。ダイヤ35万個を掘り始めるにはそれに見合った準備が11人分必要になってきます。最初は手探りで計画を練りながら自分もファーストダイヤを採掘しましたが、今の装備で掘り続けても拉致が開きません。なのでまずはひたすら採掘するフェーズに突入するため、目標をエンドラ討伐に絞り最高速度でエンディングを目指します。その間出来上がった装置製作も含めてダイジェストをどうぞ。エンドシップを攻略し全ての準備が整いました。あとは35万個のダイヤモンドが集まるまで機関車のごとく掘り続けるだけです。今回の企画をするにあたってただひたすらにブランチマイニングをしたり、無駄な掘りが増えてしまうチャンク掘りなどは採用せず、より効率的な1マス掘りを採用しました。効率強化5のダイヤモンドピッケルとスニーク速度3のレギンスを装備して、さらに最高効率の境地を目指します。そして今後 Y 座標 -54 の地下世界、それもかなりの閉鎖空間で大半の時間を過ごすことになるため、地上とはしばしの別れです。実は今回の仲間たちガチガチのサバイバル勢というわけではありません。中にはマイクラ初心者や普段はクリエイティブ勢という人もいます。そのため気分転換に討伐したウィザーについても初めての討伐になった参加者もいるわけです。とはいえそんなウィザーとも数分間でお別れしてしまいました。じゃあこのドロップしたウィザースタービーコンに使用するのかという疑問が生まれます。常に採掘速度を付与してくれる優れものではありますが、今回の企画において正直ビーコンを併用するのは現実的ではありませんでした。それが範囲制限です。ビーコンの弱みとしてバフの範囲が限られているというところが挙げられるわけですが、1マス掘りで1000マス2000マスと永遠にトンネルを作り続ける僕たちからしたらあまりにミスマッチなわけです。それにウィザー討伐やビーコン用のピラミッドを作る時間を考えたら、より一層手数と時間で作業量を増やしていくしかないという脳筋な結論に落ち着きます。ただでさえ超巨大ピラミッドを建てるわけですから、今回はこのミニピラミッドのみ製作し、少しの移動速度と気分を上昇させました。
掘り始めて数日、僕らは重大な事実に対面しました。それがこのネザライトピッケルの存在です。ここ数日間はどの側面から見ても安定的に機能を果たすダイヤモンドピッケルで作業をしてきました。無論単純な性能で言えばネザライトは向かうところ敵なしな道具なわけですが、避ける明確な理由としてコストが上げられたからです。古代の残骸の入手難易度に加え、バージョン 1.20 から火事型のアップデートによりネザライト装備の希少価値はイコールダイヤモンドに紐付けられました。ですがそのわずかな差が毎日掘っていたからこそ大切さを帯びてくると判断しました。圧倒的な耐久力に溶岩遊泳に耐えきる個性は当然ながら、採掘速度も塵も積もればなんとやら。これを機にダイヤでダイヤを制すのをやめ、ネザライトピッケルだけ握ることをここに誓いました。動画も終盤に差し掛かり、突然ですがピラミッドといえば皆さん何を想像するでしょうか。砂漠でしょうか、スフィンクスでしょうか。どちらも間違いではないのですが、僕が想像するのはケンタッキーフライドチキンです。みんなが知っている有名ファストフード店がなぜという話ですが、どうやら世界にはピラミッドが見えるケンタッキーがあるらしいです。そもそもピラミッドの近くにそんな建造物があることにも驚きですが、意外と都市との距離感は近いのだとか。なので今回はそれに僕らも負けないよう、ダイヤモンドピラミッドの予定地の近くに拠点となる豪邸を用意しました。今回建築を担当するのは現在高校生の若き建築士です。砂岩やテラコッタを主な材料として本場エジプトの雰囲気感をゴリゴリに再現していきます。建築している間、取り残された10人は各地に散らばり、1人10万マス、計100万マス離れた場所から掘り続ける鬼畜な挑戦などを行い、過酷の中にバラエティを探りながらダイヤモンドを10万また10万と増やし、目標値との差を着実に狭めていきました。そしてついに35万個のダイヤモンドがチェストパンパンに詰め込まれました。あとはネザーラックで製作した骨組みに沿って埋めていくだけですが、それに合わせて土台からこだわりを詰めながら製作していきます。側面のおしゃれな壁画に加えて、床には幾何学的な模様の装飾。実はこれメンバー11人一人一人のテーマがかたどられ隠されていました。土台も完成し、早速ダイヤモンドブロックを設置していく作業に取り掛かるわけですが、普通に置いてもつまらないので、このように一段ずつ持ち場について一斉に設置していきます。まだまだ途中ですが、この時点で
絵のパンチはクリエイティブのようですね。これをもう半分以上積み上げていけば完成です。ラストスパート。ここまで来れば一つのブロックを置くだけで達成感すら覚えてきます。この時点で日数は110日目。完成形が近くなるほど胸が高鳴る一方、寂しさと感動がこみ上げてきました。そしてダイヤピラミッドの頂上に最後のピースを設置し、巨大ダイヤモンドピラミッドの完成です。いやー、下から見上げても上から見下ろしても圧巻の景色ですね。入り口や土台も相まって想像以上にかっこいいものになったんじゃないでしょうか。僕的に一番おすすめだったのが、この入り口を抜けた先に見る内側からの景色です。めまいがするほど大きすぎて、正直一つ一つがダイヤか判断できないレベルですが、まさに前代未聞の美しさだと断言できます。迫力と合成さがハイブリッドした今までにないピラミッドになったんではないでしょうか。これにはファラオもにっこりしたと自信を持って言えるでしょう。最終的に掘ったダイヤは35万8137個、掘ったブロック数は436万9195個となりました。終わってから聞くと、より一層狂気じみた挑戦だったなと笑みがこぼれてしまうほどですね。晴れて完成できたピラミッドですが、間違いなく一人では成し遂げることができないチャレンジでした。その背景にはそれぞれの生活がある中で常に支え続けてくれた10人の門下生たちの姿があります。棟梁イザナミ、圧倒的初心者のコペ、村長エインス、ドズインクスグニューニ、古代都市ソータ、ムードメーカーチャイラテ、コーディネーターモモ、採掘マシンぬか漬け、ゼンロスナサ、エンターテイナー徳田新之助。破天荒な挑戦でも個性あるこのメンバーだったからこそ僕はやり遂げられました。そしてこのチャレンジを温かく見守ってくれた皆さん、この動画を見てくれている皆さんにも最大の感謝を伝えて、この動画に幕を下ろしたいと思います。